春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、複数のレベルの管理ができる、レベルズウィンドウをちょっと見てみようと思います。レベルズウィンドウちょっと見てみた。レベル管理、その1。早速、見てみましょう。1、メインレベルの作成。メインレベルで複数のレベルをロード、アンロードできるようにします。ファイル、新規レベル、基本レベルを作成します。フロアが大きいのでスケールを 2.0、2.0、2.0 にします。プレイヤースタートも移動させます。ファイル、現行レベルを保存で作業フォルダに保存します。名前を得るメインレベルにします。2、レベルズウィンドウで複数レベルの管理。アンリアルエンジンのドキュメントによると、アンリアルエンジン4のレガシープロジェクトや、建築ビジュアライゼーションなどのゲーム以外のプロジェクトで作業するときは、レベル管理にレベルズウィンドウを使用します。アンリアルエンジン 5.0 以降でのゲーム開発では、レベルズウィンドウはワールドパーティションにより、使われなくなりました。とのことです。ワールドパーティションは、おいおい動画にするとして、アンリアルエンジンの進化とともに、ゲーム開発のニーズや技術的要件によって使用される機能も変化しています。レベルズウィンドウを活用したレベル管理は、今でも非常に有用で、特に小規模なプロジェクトや特定のワークフローでは効果的です。まだまだ10分使える機能だと思います。ウィンドウ、レベルを選択します。レベルタブが表示されます。デフォルトでは、パーシスタントレベルがあります。このパーシスタントレベルは L メインレベルのことです。このパーシスタントレベルに、一つまたは複数のサブレベルを追加して利用します。現在のレベルは青の太字テキストで表示されます。ライティングシナリオの切り替え、ロックの切り替え、レベルブループリントの表示、レベルの保存、レベルカラーの設定、などができます。パーシスタントレベルを右クリックして、各種操作を実行できます。現在のレベルに設定、エディタでの可視性、ロック状態の変更、レベルの選択関連、アクタの選択関連があります。見やすいように詳細パネルにドッキングします。3、サブレベルの追加。サブレベルを作成するには、既存のレベルを追加する方法、新規サブレベルを作成する方法、既存レベルの一部を分割してサブレベルにする方法があります。3の1、既存のレベルを追加する方法。レベルズプルダウンメニューより、既存レベルを追加を選択します。レベルを開くダイアログより、追加するレベルを選択します。前回動画で作成したエルドラゴンレベルを選択します。レベルズウィンドウのパーシスタントレベル配下にサブレベルが追加されます。この時、ディレクショナルライトが2つあることから、警告が表示されます。パーシスタントレベルのレベルの可視性切り替えボタンをクリックして、サブレベルエルドラゴンのみ表示にします。ディレクショナルライトを選択します。詳細パネル、レンダリング、ビジブルを無効にします。レベルズウィンドウに戻って、レベルの可視性切り替えボタンをクリックして元に戻します。警告が表示されなくなります。ディレクショナルライト以外にも、エクスポネンシャルハイフォグ、スカイアトモスフィア、ボリューメトリッククラウドなど、メインレベルと重複しているアセットがあります。レベルの可視性切り替えボタンをクリックして、サブレベルだけにします。アウトライナーでメインレベルと重複しているアセットを選択します。可視性を非表示にします。レベルの可視性切り替えボタンをクリックして元に戻します。サブレベルを追加すると現在のレベル、青の太字テキストになります。また、ビューポートの右下にカレントコンテキストが表示されます。こちらでも現在の作業レベルを確認できます。追加前に使用していたレベルで作業を続ける場合は、現在のレベルに設定にする必要があります。作業レベルを変更するには、レベルズウィンドウでレベルを選択、エンターキーを謳歌、または、ダブルクリックで切り替えます。カレントコンテキストでも作業レベルを変更できます。変更するには、プルダウンで切り替えます。サブレベルを右クリックして、各種操作を実行できます。パーシスタントレベルと同様のオプションと、サブレベルの除去やストリーミング方法の変更があります。レベル上のドラゴンアクタはサブレベルエルドラゴンにあります。サブレベルエルドラゴンのレベルの可視性切り替えボタンをクリックすると、レベル上のアクタは非表示になります。サブレベルが非表示になり、パーシスタントレベルのみが表示されているからです。
もう一度レベルの可視性切り替えボタンをクリックすると、レベル上のアクタは表示されます。3の2、新規サブレベルを作成する方法。レベルズプルダウンメニューより、新規作成を選択します。新規レベル台やログより、基本またはからのレベルを選択します。名前をレベル1にします。作業フォルダに保存します。現在のパーシスタントレベルのサブレベルとして、新規レベルが追加され、ビューポートで作業する現在のレベルになります。3の3、既存レベルの一部を分割してサブレベルにする方法。既存レベルの一部を分割して新規サブレベルを作成することもできます。アクタを含む新規レベルを作成します。アウトライナーまたはビューポートで、新規サブレベルに移動するアクタを選択します。レベルズプルダウンメニューより、選択中のアクタと新規作成を選択します。名前をレベル2にします。作業フォルダに保存します。レベル2のレベルの可視性切り替えボタンを切り替えて確認します。ドラゴンアクタはレベル2に移動しましたね。4、レベル間でアクタを移動。既存のレベル間でアクタを移動することもできます。移動するアクタをアウトライナーまたはビューポートで選択します。レベルズウィンドウ。移動先レベルを右クリック。選択アクタをレベル移動を選択します。アクタが既存のサブレベルレベル1に移動しましたね。5、レベルの詳細。レベルに関する追加情報にアクセスできます。レベルの詳細ボタンでレベルの詳細タブを開きます。インスペクトレベルでレベルを指定します。ここでは、レベルのオフセット位置と回転、使用するストリーミングボリューム、デバッグ用のレベルカラーの設定ができます。また、パフォーマンスを向上するためのアンロード要求までの最小時間を秒単位で設定できます。6、サブレベルの視覚化。ビューポート上でデバッグ用レベルカラーに切り替えるには、表示モード、アクタの色彩、レベルカラー、レベルズウィンドウまたはレベルの詳細で設定したサブレベルの色で表示することができます。7、ストリーミング方法の変更。常にロード済み。一旦、起動してみましょう。この時点では、サブレベルはロードされていないのでドラゴンは表示されてませんね。起動時にサブレベルを表示するようにします。起動時に表示させたいサブレベルを選択します。現在ドラゴンアクタが配置されているレベル1を選択します。右クリック、ストリーミング方法を変更。常にロード済みを選択します。起動してみましょう。起動時にサブレベルがロードされて、ドラゴンを表示することができましたね。レベルズウィンドウを見てみると、パーシスタントレベルと、常にロード済みにしたレベル1が可視化してますね。ドラゴンアクタも機能してますね。レベルズウィンドウを活用するかどうかは、プロジェクトの規模や特性、開発チームのワークフローに依存します。レベルズウィンドウを使用して複数レベルを管理するメリットは、パフォーマンスの向上、必要なレベルだけをロード、アンロードすることで、メモリや CPU の負荷を軽減し、効率的なリソース管理が可能になります。チーム開発の効率化、レベルを分割することで、複数人が同時に異なるレベルで作業できるため、並行作業が容易になります。ローディングの最適化、マップの一部を非同期でロードすることで、シームレスな移動やゲームプレイ体験を実現できます。レベルの動的切り替え、レベル全体の動的な切り替えが容易になり、複雑なゲームシステムの構築が可能です。視覚的な整理、レベルズウィンドウを使用することで、レベルの可視性やロック状態を簡単に管理でき、作業効率が向上します。ストリーミングの柔軟性、レベルストリーミングを活用して、必要なタイミングで特定のレベルをロードすることが可能です。デバッグの用意さ、レベルごとに分割されているため、特定の問題を迅速に特定し、修正することができます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。